11月7日から11月14日までの今週やることおすすめ紹介。わっほーい。新キャラクターについての情報もあるのでぜひ最後まで見ていってくれ。まずはじめに、イベント第1回新ゲット版商店が開催中。22日まで開催されるんですよね。間違いなく今回の新エピックキャラクターの参加や、日替わりレリックの復刻で限界突破素材が非常に欠乏するだろう。特に今回のイベント周回は非常に楽。今なら半額で衣装が買えるのでそれを使って衣装ボーナスで楽々集めることが可能。またこちらの小悪魔の衣装なんだけど、この衣装は無料でゲットができるので結構みんなも持っていると思うんだ。確かこの衣装はイベントレミリア&ルーミアのトリックオアバレットのイベントポイント交換で入手できましたよね。こちらも衣装ボーナスがついているので今回のイベント周回はかなり楽なんだ。さらに、開催中のイベント第1回新ゲット版商店の一部探索にて、レアイベント P のドロップ率が、本来の想定よりも低くなっている不具合があったんだが、そのお詫びとして、レアイベント P50 と 0P1000 個がもらえれるので非常に楽ちん。50個ももらえれるなら今回の周回は楽勝ね。ちなみにボーナス衣装は持っているだけで効果が出るのでわざわざ編成しなくてもいいぜ。またイベント後半からは、シナリオ付き&高難易度のイベント EX が出現。イベント EX では実はレアイベント P も高確率でドロップしますよ。なのでできる限りイベントポイントを集めて 0P や育成素材、仲間確定宿死など豪華な報酬を集めよう。ちなみにどれぐらい集めればいい？目標としてはレアイベントポイント200って前回言ってたんだが250個集めるようにしてくれ。ほう、その理由は？まずレアイベント200個で玉片白と不片白を獲得するためだぜ。なるほど、レアな片白狙いで200個集めるのね。そしてイベント第1回新ゲット版商店の交換所に報酬が追加されるんだ。もう後半なのに報酬が追加されるの？レアイベント P 交換所には、エクストラフェスを祈り限定の仲間を限界突破させるアイテム大片白も登場。まあ大体は察せれるけど、なぜしょっぱなから入れへんかったんや。多分先に公開するとみんなポイントを集めて交換されちゃうからなどが予想されるね。おそらく今回も、2個だけなので1つでレアイベントポイントが25個だから50個レアイベントポイントを集めればいいぜ。まあ約2週間あればなんとかなるか。ただ250個狙いに行くとかなりレイピーと時間を消費しちゃうのではと思ってしまうが、今回はレアイベントが50個もらえて、先ほど言ったように衣装ボーナスが使いやすいから250個狙いに行っちゃおう。確かに今回の場合は250個狙っても良さそうだ。私もすでに200個以上獲得しているが、ながらでやればそこまで苦ではなかったよ。だいたいレアイベントポイントが250個ぐらい集まれば通常のイベントポイントも溢れるぐらい集まっているはずだぜ。なのでイベントのレア P を集めてレリックとエピック、エクストラに必要な片白をゲットしよう。ちなみにイベント後半からロスワを始めた方はなんとか150個を目指そう。ざっと効率のいいやり方を言うと、一番的に勝ちやすい1ウェーブのルナティックで自動操作モードとフルオートを活用しよう。そしてさらに2024年11月7日のメンテナンス後よりイベント楽園の健やかクッキング祈りと願いを添えて短縮版を復刻開催。もちろんこちらでも期間中、様々な豪華報酬を手に入れることができるよ。イベントが被るの？そう、今来てるイベントが11月22日までで、今回メンテ後に来るイベントは14日までなので同時期に2種類のイベントが設定されることになるんだ。2種類同時に来るのはおそらく史上初だな。いやだったらなおさらなぜ大片白をしょっぱなから出さなかった。ごもっともです。こちらではリアイベントポイントで片白の獲得はないが、福チリを集めれば片白と交換ができるのでこちらもしっかりとやっておこう。その他にも一片白や宿死系もあるのでやっておかないとね。なぜイベントを被らせたんだ？短期間にやること多すぎだよな。イベント2つに高難易度コンテンツ、後で紹介するけど副例なんかもあるし、イベントを被らせるのはギリいいとして、やはり大片白をなぜしょっぱなに出さなかったのか。もう言っちゃうけど、ミノリコがエクストラで出るなんて誰でも予想できるしね。といったように、結構短期間でやることがたくさんあるのでなんとか一つずつ頑張って終わらせよう。さて、現在デイリー探索で報酬2倍キャンペーンをやっているぜ。基本にして最重要探索がキャンペーン中なのね。デイリー探索は序盤はもちろん慣れてきてからもずっと続けていくべき探索。1日3戦日曜のみ9戦までクリアできるステージ。全戦闘が1ウェーブのため手早くクリアできるし、課題クリアにも繋がるので毎日やっておこう。キャラ経験値、プレイヤー経験値がメイン探索より多くもらえれるため、デイリーに限ってはコストを問わずフルメンバーでの出撃するのもいいぜ。仲間が十分育っているならドロップ率を上げる運命値が実装されたのでできるだけ運命値が高いフルメンバーでいこう。またデイリー探索自体が巻物や花形、指南書さんといった手に入りづらいアイテムを効率よく手に入れられるんだ。そんな嬉しい探索なんだが 4.5 周年の期間中、デイリー探索におけるアイテムのドロップ確率が2倍になってるんだ。なのでこの期間中に行き忘れのないようにしていきたいところですね。ちなみに開始日時は2024年10月30日から、終了日時は2024年11月13日深夜12時までとなっているのであと少しだけだから忘れずにやっておこう。
次にすることは仲間経験値強化探索だぜ。やっぱり、日替わりとか新キャラとか手に入れたけど、早くレベル上げして使いたい。そういう時はこの期間限定だがデイリー探索にある仲間経験値強化探索に行こう。こちらは挑戦は1日3回までできて、7日間で最大で仲間6人のレベルを100にできる経験値を獲得できるようになっていますよ。なので期間中毎日挑戦して、たくさんの仲間を強化しましょう。開始日時は2024年4月30日メンテナンス後で終了日時は2024年7月8日までとなっていますよ。また体験探索が開催中。体験探索とは全ての強化を完了した状態の例えば今回新しく出た白フェスの風化山岳の錆びた信仰や坂かな子 L0G がゲストとして登場し、生で体験できるクエストですよね。わざわざ誤解を生むような言い方しないでくれます？ただ強さを確認してほしいからではなくて、こちらは初回クリアで、専用課題から風結晶 ×1 が獲得できるんだよ。魅力的なガチャが多い現在、ガチャに使える石をゲットできるのはでかい。目玉のキャラがかなり有利に設定されたステージなので、ある程度育ったキャラがいればおそらく初心者さんもクリアできるからやっておくといいぜ。今回は目玉キャラクターが3人いるので、最大で3つももらえれます。しかも二度とできないクエストなので必ず忘れずにやっておきましょう。またこちらは終了日時は2024年11月22日の午前中までとあっという間に終わってしまうから早めにやっておいた方がいいよ。続いて VS フクレイレミリアスカーレット Z さんと VS フクレイザヨイ昨夜 L1 が復刻。見事勝利できれば、星5絵札ビーザチェンジと星5絵札白銀の風が初回クリア報酬や確率でのドロップで獲得できるので、仲間を育てて挑戦してみましょう。今回レリックガチャが出るので、モコウと本命輪を狙っている方は特に優先してやるといいイベントですね。ちなみに2つのどちらかを行くならビーザチェンジを集めるといいよ。と入ってもこちらも相性がいいキャラはそんなにいないね。強いて言えば、白フェスかな子様と水着より神ジョンがある程度相性がいいぐらい。なので白フェスかな子様を引いた方は優先した方がいいが、その他は通常のイベントを優先して暇になったらやるぐらいの感覚でいいと思うよ。そして過去最高レベルに難しい、高難度の探索が登場。高難易度きたー。課題を達成すると、新規星5絵札ロストマウンテンが獲得できるんだ。もちろん確率でのドロップでも獲得できるので、仲間を育てて挑戦しよう。開始日時は2024年11月7日メンテナンス後で終了日時は2024年11月22日の午前中までだぜ。そこまで長い期間でもないので早めにやっておこう。ちなみに絵札の性能はどうなってるの？特性最大限界突破時装備スペカ使用時に金属製の威力を 50% アップ 1T。装備スペカ使用時に光弾の威力を 50% アップ 1T。装備スペカ使用時に味方全体のクリティカル攻撃を2段階アップ 2T。確かに強いのは強いんだが、前回のサナエのものと比べると劣るね。というか前回のが頭おかしいぐらいに強い絵札だったからね。回復式に装備するだけで全員3倍ダメージ与えられるようになるというぶっ壊れ絵札だったからな。しかしこちらも非常に強く、最大 100% の補正とクリティカル攻撃という誰でも恩恵があり、ダメージソースとしては非常に重要な部分を伸ばせられるので強いぜ。が、正直この金属製と光弾が揃っているキャラは本当に少ないので必須ってほどでもないな。なのでそこまでガチで周回しようと思わなくていいぜ。了解です。そして2024年11月7日メンテナンス後から2024年11月22日までお使い経験値2倍キャンペーンも開催。こちらは文字通り期間中、お使いによって手に入る仲間経験値が2倍になるだけです。そしてメイン探索飛風ロスプワードゆっくりドロップ3倍キャンペーンが開催中。こちらは絵札や強化素材のドロップ率がなんと通常の3倍でドロップするようになるキャンペーンです。何を取りに行けばいいの？とりあえずは高魔の魔女という絵札を回っておけばいい。こちらは霊力上昇の最強絵札なんだぜ。こちらはかなり古い絵札なんだけど、高魔と親フクレイなど高難易度ステージを回るために何枚でも欲しい絵札なんだ。ほう、それはなんでなの？今もなおこちらは使うだけで霊力を2回復できるという霊力チャージ絵札としては頂点に立つ補正倍率を持っていて、速力と陽光の補正も上げれるので全てのプレイヤーにとって圧倒的な汎用性を誇った絵札なんだ。特に最近は有能な超フェスやフェスが出てきているが、このクラスの問題として霊力回復が弱い。しかしこの絵札を装備させれば安定して霊力を回すことができ、常にフルブーストをかけることも可能なんだぜ。こんなんなんぼあってもいいですからね。しかもドロップするステージの難易度も絵札周回ステージの中では最も低いものでサクサク回れるのでめっちゃおすすめ。ヘビーユーザーもまだ通っている人はいるが初心者さんは特におすすめの狩り場なのでこちらを回っておくといいぜ。またジェニックなどに使えるレポート絵札もドロップ率が上がっているので、まだ強化していなかったという方はやっておくといいぜ。あとゆっくりは回った方がいいの？さすがにやりすぎたと思って海中ウェーブで周回できるようになったが、相変わらず他のドロップ率は残念だしガチャの方はしっかり鬼畜化しているのでおすすめしないぜ。ただ、課題達成用にガチャチケットを集めるというなら結構ありかも。
さてラストに白フェスパックの購入を忘れずにやっておこう。まずこの白フェスの入手方法は今までと大きく異なるんだ。ガチャで引くこともできるんだが、前回のガチャ検証でやってみたところやはり白フェスパックを購入する方がかなり安牌だと分かったぜ。貫突するには片白はなくて同じキャラクターしかと釣れないからガチャで4体引くとなるとかなりの運がいるのでパックでの購入がおすすめです。ざっくり言っちゃうと4万円で貫突することができますよ。この子をゲットできるパックはステップアップ方式で買えば買うほどお得に安く買えるというものになってるんだ。ステップアップでお得に見えるけど、結局4万円分購入しないといけないんだけどね。1回目はまず1万で神結晶無償600個白フェスサイエマ1枚レポート絵札各種、育成アイテム各種となっているよ。その後内容は同じでステップ2では8800円、ステップ3では7800円、ステップ4では6800円、ステップ5では6600円となってるんだ。ちなみに、ステップ4までは1000円引きされてたんだが、5回目は200円しか変わらない。なので、ステップ4までに買った神結晶を使ってピックアップで引くといいだろう。前回白フェスを風結晶と神結晶で引いてみたという検証動画があるので参考にするといいですよ。なので、運にもよるが実質3万3400円でこの天使サナエやかなこ様を揃えれるんだ。推しキャラが最強キャラとして獲得できるのでもしお金に余裕があるなら忘れずに買っておきましょう。と入っても3万近くは出さないといけないからなかなか手を出しづらいよね。今回の高難易度のドロップする絵札は圧倒的に強いわけではないので、白フェスキャラが有利になるとはいえ無理して買わなくていいと思うよ。まあかなこ様が推しの人は私らぐらいだろうけど、泣いちゃうからやめてー。そして新キャラクターが登場するぜ。新キャラクターは風エクストラ豊かすぎと実りすぎの象徴秋実り子永住。ほえー、この実り子ってエクストラキャラだったんだー。お姉ちゃんはおいてのエクストラかの豊かすぎと実りすぎの象徴秋実り子永住は、エクストラフェス限定ガチャで登場確率がアップしたお祈りで登場。風エクストラ豊かすぎと実りすぎの象徴秋実り子永住は同盟の仲間、もしくは大片白で限界突破できますよ。大片白はイベント、または大片白パックにて入手可能なアイテムになったんだ。はい、解約です。初期はパックなんて出さずに無料で獲得みたいなムーブだったのに結局パックでの販売にされました。これは正直天国から地獄に落とされたような裏切りの感覚なので悲しい。正直エクストラの性能はまちまちでぶっ壊れで登場することはないので、ファンではない限りスルーでいいと思うよ。キャルユユコや日替わりレリックがありますしね。エクストラのいいところはオッパが大きくなったことだけです。性能はおそらくつながりが深い白フェスかなこ様と相性のいいものになっていると思われるぜ。キャラクターや絵札の提供割合は、ゲーム内にて確認しておこう。開始日時は2024年11月7日から終了日時は2024年11月22日となっているぜ。あと少し話はそれるがキャラクターの天井まで引いてなくとも、絵札の天井まで届いている可能性があるのでそっちの交換も忘れずにやっておこう。エピック社名丸あややアリスを引いた人は多いと思うので、そちらでの交換も忘れずにやっておきましょう。そして最後に日替わりレリックが登場。こちらは多少運が良ければ一気に3体、運が良ければ4体も確保なんてこともある究極の神ガチャです。このガチャのすごいところは交換ポイントをそのまま引き継いで天井で他のキャラが取れるので究極の神ガチャなんだ。今回の日替わりレリックで例えると、かぐや様を狙ったら200連で引けて、残りの200連でゆゆこ様を狙ったら150連で引けた。とりあえず残り50連足して天井を使いかなこちゃんを交換したなんてケースもあるわけなんだ。いやなんでかなこ様だけちゃん付けやねん。このようにほぼ確定的に2体は強力なキャラクターを確保できるチャンスだから引くべきなんだ。あとこのガチャは日替わり PU された1人以外の7人は PU 外からも排出されないので当てたいキャラが狙いやすい。なるほど、400連中なら運が悪くても1体は当てれるだろうし、その後にポイントで他の2体目を獲得できるからかなり安牌かつ有能ガチャですよ。特にキャラ数の少ない初心者さんは引いた方がいいですね。現在課金パックはかなりお得なものになっているから風結晶と合わせて、400連分だけ買っちゃうのもいいでしょう。今回の日替わりスケジュールは前回のように1回だけではなくて、2週目もしてくれるようだ。なので期間は長く、12月16日まで続くぜ。それはいいね。前回1回しか回らなかったので引けなかった子もいましたもん。とはいえ1日おきに変わるのでスケジュールを見て風結晶を集めたり、課金しておこう。さて今回は以上だぜ。また11月14日から22日には新たなキャンペーンもあるはずなのでその時はまた情報を紹介していくのでぜひチャンネル登録をして待っていてくれ。もし少しでも役に立ったと思ったらコメントまたは高評価だけでもよろしくお願いします。またロスワ以外にも各地域のグッズの情報も紹介しているから見に行ってみてね。それではここまでご視聴ありがとうございました。